こんにちは。ゼロから宅建士第40回です。この動画はいよいよシリーズの最終回になります。前回まで権利関係から税まで一緒に学んできました。今回は本試験そのものの解き方を学びます。時間配分や捨て物の見極めが中心のテーマです。覚えた知識を本番の得点に変える回にしましょう。宅建は正しい戦略で合格に近づける試験です。それでは最後まで一緒に進めていきましょう。まず今日の全体像を確認しておきます。今日のテーマは大きく分けて3つあります。1つ目は時間配分と解く順序の戦略です。限られた120分の上手な使い方を考えます。2つ目はマークと捨て物の技術です。確実に点を残すためのコツを学びます。3つ目は、直前期にすべき心得です。試験当日の心構えも合わせて確認します。今日は知識よりも戦略が主役の回です。同じ実力でも解き方で得点は変わります。それでは一つずつ見ていきましょう。最初に本試験の基本情報を確認します。問題は全部で50問が出題されます。4つの選択肢から1つを選ぶ択一式です。試験時間はちょうど2時間です。つまり120分で50問を解いていきます。回答はマークシートに塗って記入します。記述式の問題は一切ありません。合格ラインは年によって上下に変わります。近年は35点前後が一つの目安になっています。満点ではなく合格点を取れば十分です。まず、この枠組みを頭に入れておきましょう。次に、分野ごとの出題数を見ていきます。50問は4つの分野から出題されます。最も多いのは、宅建業法の分野です。宅建業法だけで20問も出題されます。次に多いのが、権利関係の14問です。法令上の制限は8問が出題されます。税その他も同じく8問出ます。合計するとちょうど50問になります。業法が最大の得点源だとよくわかります。配点の重い分野から対策するのが基本です。この重みを解く順番にも活かしましょう。続いて時間配分の目安を考えます。120分を50問で単純に割ってみます。すると1問あたり平均で約2分です。実際にはまず100分ほどで解き切ります。そして残りの20分を見直しに使います。見直しの時間は必ず確保しておきましょう。マークのズレや塗り忘れを確認するためです。一つの問題にこだわりすぎないことも大切です。迷ったら印をつけて先へ進みましょう。時間は受験者全員に平等な資源です。配分を決めておくと焦らずに解けます。次は問題を解く順序の戦略です。問題番号の順に解く必要はありません。おすすめは宅建業法から解く方法です。業法は得点源で気持ちが安定しやすいからです。次に法令上の制限へ進みます。暗記が中心で比較的解きやすい分野です。続いて税その他を手早く片付けます。短い時間で判断できる問題が多いからです。そして、権利関係は最後に取り掛かります。難問で時間を溶かさないための作戦です。得意な分野からリズムを作りましょう。ここからはマークの技術です。マークシートのズレは命取りになります。1問ずつ塗るか、まとめて塗るかを決めます。大問ごとにまとめて塗ると時間を節約できます。ただし、番号のズレには十分に注意します。問題番号を指で確認しながら塗りましょう。飛ばした問題には必ず印を残しておきます。印がないと
後で戻れなくなるからです。最後に空欄がないか必ず見直します。一つのズレがいくつもの失点を見ます。マークは最後まで丁寧に行いましょう。次は、ステ問の見極めについてです。50問すべてを完璧に解く必要はありません。難問や奇問は深追いしないことが大切です。特に個数問題は時間がかかりがちです。深入りせず、一旦飛ばして進みましょう。統計の細かい数字も追いすぎないようにします。大切なのは確実な問題を落とさないことです。基本問題を取れば合格点には届きます。捨てる勇気があなたの合格点を守ります。難しい問題は周りも解けないと考えましょう。満点を狙わず合格点を狙う姿勢が大切です。ここからは直前期の心得です。直前になって手を広げすぎないことです。新しい問題集にはあえて手を出しません。今まで解いた過去問をしっかり総復習します。間違えた問題こそ優先して見直しましょう。ヒンジの数字も最後にもう一度確認します。第38回で扱った数字のまとめが役に立ちます。そして何より睡眠を削らないことです。体調を整えることも立派な試験対策になります。不安な時はこれまでの積み重ねを信じましょう。落ち着いて本番の日を迎えましょう。次に試験当日の心構えです。持ち物は前日のうちに揃えておきます。受験票と時計は特に忘れないようにします。会場には時間に余裕を持って到着しましょう。解いている間も常に時間を意識します。見直しの時間を最後まで必ず残します。わからない問題が出ても慌てないことです。35点前後を一つの目安として意識します。緊張は誰もが感じるものだと考えましょう。落ち着いて自分の実力を出し切りましょう。ここで今日の確認クイズです。解き方として適切なものはどれでしょうか？ A は個数問題も時間をかけて必ず解くです。B は見直しをせず最後まで解き続けるです。C は得点源から解き見直しも残すです。少し考えてみてください。正解は C です。両方などの得点源から解くのが基本の戦略でした。A は誤りです。難問の深追いは時間の浪費になってしまいます。B も誤りです。見直しの時間は必ず残しておくべきでした。それでは今日のまとめです。本試験は50問を120分で解きました。行法などの得点源から解くのが戦略でした。見直しの時間も最後まで必ず残しましょう。マークのズレを防ぎ、捨て問を見極めます。難問は不合いせず基本を確実に取ります。直前期は過去問を総復習するのでした。体調を整えて万全の状態で臨みましょう。戦略はあなたの知識を守る盾になります。知識と戦略の両方で合格をつかみましょう。本当にお疲れ様でした。この動画でシリーズは最終回となります。第1回からここまで本当によく続けてきました。権利関係も業法も一緒に学んできました。その一つ一つがあなたの確かな力になっています。あとは本試験でその力を出し切るだけです。落ち着いて確実な問題を積み上げていきましょう。あなたの合格を心から応援しています。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。那在你这里，我就在那在那把的出现了的。それでは自信を持って本番に臨みましょう。